私もやるべきだった。将校の大粛清をスターリンのように。映画で描かれ有名になったこの絶叫。脚色は入っていますが、同種子で将軍団を罵った事実は複数の証言で確認できます。ドイツの将軍は優秀でしたにもかかわらず、なぜヒトラーは彼らを信じきれなかったのでしょうか。その背景には知られざる長く熾烈なヒトラーとドイツ軍の戦いがあったのです。1937年暮れ、ヒトラーは心からの祝福を述べました。59歳の国防大臣ブロンベルク元帥が24歳のエルナ・グルーン城と再興することを決意したのです。数日前、ブロンベルクは後年ヒトラーが後継者として指名することになるゲーリングに相談していました。総統は彼女をドイツ最高位の軍人の妻としてふさわしいとみなしてくださるだろうか。元帥は告白しました。エルナはタイピストでしたが、夜はホステスとして副業をしていたのです。何をバカなこと。ゲーリングは高笑いしました。新しいドイツにそんな古臭い貴族趣味など無用ですよ、元帥閣下。ここでブロンベルクは第二の問題を打ち明けました。エルナには言い寄っている年下のライバルがいたのです。それも問題ありません。ゲーリングは再び請け負いました。その男にはアルゼンチンのドイツ企業での素晴らしい仕事を用意してやりましょう。ゲーリングの力強い言葉に背中を押され、ブロンベルクはその日のうちにヒトラーに結婚を報告したのでした。しかし数日後、すっかり意気消沈して戻ってきたブロンベルクは総統に辞任の受理を求めます。陸軍総司令官のフリッチと陸軍参謀総長のベックに、この結婚は軍の威信を汚すものであり、断じて容認できないと言われたのです。ヒトラーは激怒しました。愚かな貴族どもはまだ階級社会に生きていると思っているのか。第三帝国の何たるかを奴らは全く理解していない。慶水が庶民の娘と結ばれることがそれほどまでに許せんというのか。ヒトラーはブロンベルクの辞任を断固として拒否。それどころかゲーリングと共にブロンベルクの結婚式で証人を務めると申し出ました。その時の彼らの顔が見ものだ。決断力に優れた軍人であるブロンベルクはすぐに行動し、式はわずか2週間後に執り行われたのです。すぐにベルリンは身分違いの結婚の噂で持ちきりとなりました。やがてエルナがオーラルセックっていうポルノ写真の束がゲーリングのもとへもたらされました。花嫁は過去にポルノモデルとして検挙された過去があったのです。ゲーリングは大喜びでヒトラーの山荘に駆けつけ、その不快な事実を知らせます。将校団はこの無謀な結婚に激怒しております。彼は辞任するしかありません。実はゲーリングは国防大臣の地位を虎視眈々と狙っていました。エルナの過去がマレクであろうスキャンダルを予見しながら、あえて老元帥の背中を押したのです。やむなくヒトラーはブロンベルクに告げます。戦争が始まった暁には再び力を借りたい。そのように安心させられたブロンベルクはスキャンダルが収まるのを待つための世界一周クルーズへエルナと旅立ったのでした。さて、ブロンベルクの失脚に味を占めた男がいます。 SS 長官ハインリヒ・ヒムラーです。このヒトラーを超える人種差別主義者にはある野望がありました。陸軍を若くタフで冷酷なアーリア人の新兵からなる彼のエリート部隊 SS に置き換えることです。その腹心ハイドリヒがブロンベルクの後任であるフリッチを失脚させるために同様の性的スキャンダルを捏造するという悪魔的な方法を提案。近年実直で知られた独身の軍人フリッチはバイエルンの嬢として裏社会で知られた有名な大将との違法な同性愛行為にふけったことにされました。哀れなフリッチは翌年ポーランド戦線で無謀な突撃をして命を落とすことになります。彼の親しい友人たちは彼がもはや生きることを望んでいなかったのだと知っていました。このブロンベルク・フリッチ事件と一般に知られるスキャンダルを口実にヒトラーは大規模な軍の粛清と再編を行いました。1938年2月4日、ヒトラーは国防省を廃して国防軍最高司令部を設立し、自らが全軍の最高指揮官となることを宣言。
同時に将官16名の罷免、44名の転任を断行。将軍たちは青ざめましたが、まだ行動に出ることはありませんでした。後年の我々の視点から、一刻も早くヒトラーを排除すべきであったというのはたやすいことです。しかし当時のドイツ軍人の感覚を皮肉を交えて表現した逸話があります。1952年、米軍のアイゼンハワーが戦後の西ドイツの再軍備を担ったホイジンガーに尋ねました。どうしてあなた方はヒトラーを排除することに成功しなかったのか。ホイジンガーは答えます。彼は全く合法的に権力の座につきました。もし私があなたにトルーマンを排除するよう頼んだら、あなたは引き受けますか。1934年、ヒトラーは長いナイフの夜として知られる事件で SA エルンスト・レームの粛清を断行。この粛清はヒトラーに痛みをもたらしました。なぜならヒトラーにとって SA は権力の座に押し上げた功労者であり、レームは最も古い同志の一人であったからです。一方、陸軍にとってこの粛清は好ましいことでした。彼らにとっての脅威は当初ヒトラーよりむしろレームだったのです。レームが400万人以上の兵力を持つ SA を軍に吸収させ、自らがそのトップになろうと画策していたためです。何より SA の粗暴な振る舞いとレームと側近たちの大敗的な同性愛、これは捏造ではなく公然の事実でしたは激しく嫌悪されていました。逆にヒトラーは見かけ倒しであり、飼いならせる政治家であると陸軍は見なしていたのです。ヒトラーの政策も陸軍にとって好ましいものであるように思われました。ヒトラーが掲げたのは屈辱的なベルサイユ条約体制の打破。そのための再軍備により新設部隊、師団が急増し、それに伴う急速な昇進と待遇改善を末端の将校は単純に喜びました。ヒトラー政権の犯罪的本質に気づくには数年の時間が必要だったのです。対照的にヒトラーは当初から陸軍を敵だと信じていました。第一次世界大戦で一兵士であったヒトラーはエリート将校に対して根深いコンプレックスを抱いてもいましたが、問題はより本質的なものでした。ドイツ将軍の名を眺めると多くはフォンを冠することに気づくでしょう。フォンは貴族の家柄を表す助詞であり、実際陸軍将校の多くはかつての貴族階級で構成されていました。ちなみに平民出身の将軍は反対にヒトラーに好まれる傾向がありました。参考までにロンメルは中学校長の息子、モーデルは音楽教師の息子です。言い換えると将軍たちの多くは先祖の土地を守り、階層秩序を重んじる保守勢力。一方、ヒトラーはいわば急進的な革命家。国内のあらゆる勢力を打倒してきたヒトラーにとって、巨大な保守勢力であるドイツ軍そのものが国内最後の真の脅威だったのです。しかしヒトラーはスターリンのように貴族出身の軍人を全て粛清するわけにはいきませんでした。ヒトラーと保守勢力にはある共通の、そして強大な敵がいたからです。それはすなわち共産主義。大地主貴族などの既得権益を持つ保守層は共産主義者に財産を奪われてしまうことを恐れていました。そのため強烈な反共産主義を掲げるヒトラーの強力なスポンサーかつ支持基盤となったのです。一方のヒトラーは将軍を旧時代の化石と敵視し、一方の将軍はボヘミアの伍長とされすみつつ共産主義の前に手を結ばざるを得ない。両者の関係は持ちつ持たれつとも言うべき危ういバランスの上に成り立っていました。それゆえにヒトラーはスターリンのような荒領事ではなく、より巧妙な罠を仕掛けます。1934年8月2日、ヒンデンブルク大統領の死が発表されたその夜に、全将兵がヒトラーへ忠誠宣誓を誓いました。神の前に、私はナイヒとドイツ国民の指導者、国防軍最高司令官であるアドルフ・ヒトラーに絶対的な服従を誓います。この宣誓文はヒンデンブルクに対して誓われた宣誓文と酷似していたため、将軍も兵士も決定的な変更点にすぐには気づきませんでした。以前は国民と祖国への絶対忠誠を誓っていたはずが、ヒトラー個人へのものにすり替わっていたのです。たった一語の変化ですが、やがてヒトラーの狂気的な命令に直面した時、将軍たちは忠誠と良心の狭間で引き裂かれることになります。後年クーデターへの参加を促された名将マンシュタインは
次の有名な言葉で拒絶しました。プロイセンの元帥は反逆はしない。マンシュタインに限らず将軍たちは反逆者とみなされることを恐れました。プロイセン軍人たるもの政治に介入せず国家元首に忠実に仕えることが本分とされたからです。ですがこの誇りが隙となりました。軍の政治への沈黙の裏でヒトラーは統制の強化を着々と進めていたのです。しかしその危険に気づいていた者もわずかですが確かにいました。その男はケーニシス広場で中世宣誓のための式典が行われたその日、同行者に次のように述べました。これは私の人生で最も悲劇的な日の一つだ。この人物はルートヴィヒ・ベック将軍。軍人でありながらむしろ哲学者を思わせる風貌と気質の持ち主でした。ブロンベルク・フリッチ事件を経た1938年5月、ヒトラーはチェコスロバキア侵攻準備を指示します。これに対し参謀総長のベックは点を取りました。戦争がもたらす破局的な結果を覚書に記して何度も警告したのです。国民は戦争を望んでいません。もしイギリスとフランスが介入すれば、それはドイツという国家そのものの存亡をかけた戦いとなるでしょう。ベックはオーストリア併合の際に自動車か車両の多くが故障したこと、イタリアの脆さ、日本が極東での戦いで手一杯であることを指摘しました。我々司令官が自らの良心に従わなかった場合、歴史は我々を流血の罪で断罪するでしょう。この不服従にヒトラーは激しい怒りを爆発させます。私は将軍たちが私の命令を理解することは要求しない。ただ服従することだけを要求する。最終的にベックは参謀総長を辞任しました。彼は上級司令官たちによる一斉辞任を期待しましたが、続く者は一人として現れませんでした。退任後、時間ができたベックは自らの考えを改めて文章にまとめています。そこで彼が皮肉にも言及したのは、ヒトラーが好んで口にした戦争経済でした。ドイツの総資源を敵のそれと比較すると戦争に勝つ見込みがない。結果を知る現代人の我々からすると当然のようですが、当時それを確信できた者は多くはなかったのです。しかしベックはただの平和主義者ではありません。我々は戦争を廃止することはできない。神によって定められた人類の不完全さを熟考する時はいつでも人は必ずこの結論に達する。一方で彼は続きました。永遠の平和という目標は到達できぬかもしれぬ。だが新たなる道徳的理想主義は我々を一歩また一歩と近づけてくれるはずだ。やがてベルリンのゲーテ通りにあるベックの自宅は陰謀の中心地となりました。民間の知識人とも協力しクーデター計画を主導していくことになるのです。ひとまずはベックが去った軍内でチェコスロバキア侵攻を止めるためのクーデター計画が練られました。その中心となったのがベックの後任の参謀総長フランツ・ハルダーです。当初ヒトラーはグデリアンを後任に考えていましたが、扱いにくい性格を懸念しハルダーが選ばれました。しかし総統の期待に反し、就任当初ハルダーは陰謀家たちに次のように述べたのです。犯罪者は病的な性衝動と血の渇望を満たすために我らを戦争へ引きずり込んでいる。陰謀家はハルダーに期待せずにはいられませんでした。何より彼は卓越した参謀将校であり、詳細な作戦計画の立案に長けていたのです。計画では首都ベルリンを防衛区とする第3軍管区の司令官リッツレーベンの部隊が中核となり、主要な艦長を占拠。ヒトラーに忠実な武装 SS がベルリンに突入しようとした場合にはエープナーの第1軽視団が阻止することになっていました。同時に特殊部隊が総統官邸に突入しヒトラーを拘束。しかしその処遇については意見が割れます。陰謀家たちの多く、特にベックはヒトラーを裁判にかけ、彼の犯罪を全国民に明らかにする必要があると考えていました。一方、狡猾さと知性を併せ持ちながら全く悪意がないと評された小柄なカナリス提督は静かに語りました。私がヒトラーを郊外のサナトリウムに車で運ぶ。著名な精神科医ボンヘファー博士はヒトラーが精神異常者であるとの診断書に署名する準備をすでに整えています。
ところが突撃隊を率いるハインツ大尉はヒトラーを拘束するだけという計画を世間知らずだと考えていました。彼は表向きヒトラーの拘束を同志に約束しながらも、志を同じくするオスター中佐と約束していたのです。ヒトラーは死ななければならない。生きているヒトラーは我々の全部隊よりも強いのだから。彼の言はこの6年の後の7月20日事件において残酷な形で証明されることになります。決行の時はヒトラーがチェコスロバキア侵攻を命じるまさにその瞬間。特殊部隊はベルリン市内のアパートに潜伏し、武器も配備され、ハルダの開始命令を待つ段階まで至っていました。しかしその時は訪れませんでした。彼らが撃つべきは戦争狂ヒトラーでしたが、大公の名人ヒトラーを排除するわけにはいかなかったのです。土壇場で英国のチェンバレン首相がドイツに飛び、ヒトラーと会談。その2週間後にはイタリアのムッソリーニが仲介し、遺毒英仏の4カ国によるいわゆるミュンヘン会談が開催されました。戦争を避けたい維新の英国首相チェンバレンはヒトラーの要求をほぼ全面的に受け入れます。その結果は皮肉をもたらしました。ドイツ国民にとってヒトラーは戦争をせずに勝利した英雄となったのです。軍内部でも総統は危険な賭けをするが最後には勝つという評価が定着しました。そしてクーデターを企てた将軍たちは偉大な総統を妬む時代遅れの老人たちとなったのです。ミュンヘン会談から数日後、ビッツレーベイ将軍の邸宅に敗北した陰謀家たちが集っていました。ビッツレーベイ将軍は自重的に語ります。諸君、お分かりだろう。哀れなほど惑わされた国民にとってあの男は再び神から使わされた唯一無二の総統なのだ。そして我々はその最大の勝利の瞬間にその道へ小石をまこうとした不満だらけの将校や政治家たちに過ぎないのだ。そして将軍たちは全ての我々の素晴らしい計画を暖炉に投げ捨てたのでした。いずれにせよ人々は2度目の世界大戦が回避されたと思い安堵します。しかしヒトラーはミュンヘンでの妥協を苦々しく思っていたのです。1939年8月、ヒトラーは演説で次のように発言しています。またどこかの豚が仲裁案を持ってこないことを願う。ヒトラーにとって幸いなことに、かつて彼が尊敬してやまなかったイタリア首相ムッソリーニは妨げにはなりませんでした。9月1日、ドイツはポーランド侵攻を開始。これを受けて9月3日、イギリスとフランスがドイツに宣戦布告します。諸説ありますが、これをもって第二次世界大戦の開始と見るのが主流です。1939年9月の戦争勃発は陰謀家たちにとって完全な不意打ちとなりました。これほど早く戦争が始まるとは誰も思っておらず、彼らの次なるクーデター計画は翌1940年以降に照準が合わされていたのです。ポーランドでは SS により行われた残虐行為を一般将校も目の当たりにすることになりました。多くの将校たちはそれをドイツ陸軍の汚点とみなし、強い嫌悪感を抱きます。一方、ヒトラーの焦燥は止まりません。ポーランド侵攻のわずか翌月の10月、彼は発表しました。2週間後には西部で大攻勢を開始し、フランスとイギリスを屈服させた後に東方に転じる。なぜヒトラーはこれほどに急いでいたのでしょうか。在ベルリンフランス大使フランソワ・ポンセは彼の妻に対してヒトラーが語った言葉として次のように書き記しています。彼は自らの寿命は長くは続かず、せいぜい10年だという観念に突き動かされ、与えられた時間が尽きる前に事をなそうという焦燥に駆られていた。しかし個人的な不安に根ざす計画には軍事的説得力がありませんでした。ルントステッド・ボック・レート各軍集団司令官全員が西部攻勢が破滅的な結果をもたらすと警告する覚書を提出します。将軍の中では数少ないナチスの熱心な支持者であるライエナウでさえ西方攻撃を完全な犯罪だと断じ、攻撃計画を敵国であるベルギー側に密告するほどでした。この状況下で参謀総長ハルダーを中心にクーデター計画が再び動き出しました。以前実行直前であった1938年の計画を復活させ、首都ベルリンを軍隊で包囲占領することになっていたのです。ベックを中心とする暫定的な新政権を樹立し、国民には次の布告を発表。
相当は病気で側近の悪影響を受けていた。しかし肝心のハルダーが踏み切れません。この時期ハルダーは数週間にわたりヒトラーに会う際には装填済みのリボルバーを懐に忍ばせていました。ですが彼はその引き金を引くことができなかったのです。ハルダーは涙をにじませ部下に吐露したと言います。私は暗殺者として生まれついていない。ハルダーとベックはベルリンの人気のない通りを歩きながら話しました。ベックは言います。障害物を乗り越えるにはまずその向こうに心を投じねばならない。ハルダーは奮然と応じました。私は責任がある。結果を考慮せずにただ突撃を命じるわけにはいかない。なおもベックは言葉を重ねます。国民は理解する。しかしハルダーはこの哲学的な前任者よりも自分の運転手の父親の言うことを信じていました。国民は準備ができていない。国民にとってヒトラーは英雄。仮にクーデターが成功しても内戦は避けがたく、その間に他国が侵攻しない保証はどこにもない。それがハルダーの見立てでした。さらに彼の懸念は続きます。それに軍もまだ相当を信じている。ヒトラーを狂った伍長と深く軽蔑していた英軍集団司令官ルントステッドもハルダーに次のように伝えていました。将校たちが従わないのではないか。クーデターを起こしたとしても道具は我々の手の内で壊れてしまうだろう。哲学者ベックの論理は明快でした。ヒトラーが義務を果たさず兵士を危険にさらす以上、忠誠先生は無効である。しかし現実は中小世界ではなく、忠誠先生は末端の兵士にまで行き届いていたのです。結局ルントステッドのみならず B 軍集団司令官ボックからも補充軍司令官フロムからもクーデターへの協力は得られませんでした。将軍たちが一枚岩になれなかった背景には、総司令官であるブラウヒッチの曖昧な態度にも問題がありました。この元帥は生来の器用さに加え、最初の妻と離婚するにあたってその慰謝料の資金をヒトラー自身から提供されたという負い目もあったのです。ヒトラーは口座語と呼ばれる秘密資金を操り、将軍たちの忠誠を金で縛ったことが知られます。元帥クラスは公的な給与とは別に非課税で年間48,000ライヒスマルクの報酬を受け取っていたのです。さらに衝撃的なのは毎年贈られる誕生日プレゼント。これは25万ライヒスマルクでした。金と将軍たちの逸話はいくつかあります。1943年グデリアンはヒトラーから前の所有者が偶然いなくなったポーランドの広大な土地を非課税で与えられています。ロンメルは高額な誕生日プレゼントは辞退した逸話が広く知られますが、それでも住宅資金等の援助、手当受給を指摘する研究もあります。ルントステッドのようなヒトラーに批判的な将軍でさえ懐柔のためにより多額の支払いを受けていました。金で買われた後ろめたさは軍の独立性をますます蝕んだのです。そして陸軍総司令官であるブラウヒッチも離婚に際してヒトラーに資金援助を受けていました。しかも彼の再婚相手は 200% 狂信的な血と形容される女性。ブラウヒッチはもはやヒトラーと妻の機嫌を損ねることを一切したくなかったのですが、部下たちの要求も無視できませんでした。11月5日、板挟みになったブラウヒッチは勇気を振り絞り西部攻勢延期をヒトラーに進言します。何より兵の士気は低く、1914年とは比べ物になりません。貴様らは口を開けば天候だの、準備不足だの、くだらん言い訳ばかりだ。要するに戦いたくないだけだろう。ヒトラーはブラウヒッチの手から書類をひったくっては引き裂き、床に投げつけては踏みつけました。貴様ら旧時代の化石どもは何も分かっていない。それこそが祖先の精神の正体だ。当センとはベルリン南部にあった陸軍総司令部の所在地であり、反ヒトラークーデターを画策する将校たちの牙城でもありました。言っておくが全てお見通しだ。その腐った根性は私が根絶やしにしてやる。司令部に戻ったブラウヒッチは顔面蒼白であったと記録されます。以後
彼にとってヒトラーとのブリーフィングは拷問となり、心臓発作を起こすほどになります。一方、参謀総長ハルダーはこのやり取りの最中に吐き捨てられた祖先の精神という語に過敏に反応しました。ヒトラーは我々の計画に気づいているのか。脳裏によみがえるのは1934年6月30日、長いナイフの夜の悪夢。同じ運命が今まさに自分たちに迫っているのではないか。パニックに襲われた彼は祖先へ駆け込み、半ば狂乱しながらありとあらゆる書類を暖炉へ投じました。しかし幸か不幸か、ゲシュタポの襲撃はありませんでした。ヒトラーの言葉は計画の全貌をつかんでの脅しではなく、単なる感触の産物だったのです。ですがこの一件でハルダーも屈しました。以降のハルダーは軍事に没頭し、陰謀家たちにとって近寄りがたい存在となります。1942年9月にヒトラーとの関係に疲れ果てた末に解任されるまで、参謀総長として戦争計画の立案と遂行に深く関与し続けることになるのです。後にハルダーは次のように語りました。自分は服従しなければならなかったし、クーデターを実行できる偉大な人物もいなかった。将校団もクーデターには参加しなかっただろう。結局将軍たちは無謀な戦争を止めることはできなかったのです。しかし結果は皮肉なものとなりました。それをもたらしたのは寡黙な鷲花の天才マインシュタインが描いた鎌の一撃。あまりに大胆な作戦であったために当初は握りつぶされそうになりましたが、ヒトラーの目に留まることになります。常に性急さを好む総統はその果断さを即座に気に入ったのです。進撃は計画通り、いやそれ以上でした。ロンメルは戦車では不可能と見られていたアルデンヌの森を突破。グデリアンはわずか1日で驚異の55マイルを駆け抜けました。フランス首相レノーはイギリス首相チャーチルに電話でつぶやくほかありませんでした。我々は敗れた。かくして将軍たちが危惧した無謀な戦争は他ならぬ将軍たちによって空前の大勝利へと変貌を遂げたのです。フランスでの圧倒的な勝利は兵士たちのヒトラーへの信頼を絶大なものとしました。陰謀家たちは再び自信を失いました。今や再びヒトラーが正しいことが証明されたのです。時を少し巻き戻しましょう。ブラウヒッチが叱責を受けた3日後の11月8日、ミュンヘンのビアホールでヒトラー暗殺未遂事件が起きています。総統は演説を例年より早く切り上げ、爆発の13分前に会場を後にしていたために無傷でした。これほど成功に近づいたヒトラー暗殺はそれ以前にはありませんでしたが、その真相は謎に包まれていました。事件当初、ヒトラーとヒムラーは宿敵イギリス秘密情報部の卑劣な罠であると断定。一方、陰謀家たちは自分の預かり知らぬ別のグループの義挙だと信じました。しかし現代の歴史家の多くは犯人ゲオルク・エルザをどの組織にも属さぬただの家具職人とみなしています。彼は暗殺会場となったビアホールに忍び込んでは、路面電車が通過する時だけに柱にハンマーを振り下ろすという極めて慎重な方法で作業を進め、30夜かけて自作した精密な時限爆弾を埋め込んだのです。驚異的な執念はヒトラーの命にあと一歩まで迫りましたが、なお届きませんでした。1930年代後半、陰謀家たちにどこか欠けていたもの、それは明晰な頭脳、揺るがぬ勇気、そして非常なまでの行動力、その全てを併せ持つただ一人の傑出した個人でした。その役割はより若い世代、ヘニング・フォン・トレスコー、そしてクラウス・フォン・シュタウフェンベルクが担うことになります。 YouTube の新機能ハイプをご存知ですか？ハイプとは推し動画にポイントを送って他の人が発見しやすくする機能です。当チャンネルは動画版漫画日本の歴史を編み上げるをモットーに、体系的で魅力的な歴史動画を作ることを目指しております。ぜひハイプ、コメント、高評価、チャンネル登録、メンバーシップなどでの応援をよろしくお願いいたします。